キンクスを直訳するとねじれ、よじれ、または気まぐれ、風変わりな人、そこから転じて変態という意味にも取られます。1960年代のイギリスのロック、ビートルズ、ローリングストーンズ、ザ・フーと並んで4大バンドと称されたザ・キンクス。非常に英国的なバンドとも言われ、ブリティッシュロックファンから愛されリスペクトを受ける一方で、バンド名の通りひねくれ者、変わり者だとも言われます。今回はキンクスにどうしてそういったイメージがついたのか、初期のアルバムを通して見ていきます。ザ・キンクスはレイ・デイビス、デイブ・デイビスのデイビス兄弟が中心になって結成されたバンドです。イギリス・ロンドン郊外で兄のレイが1944年、弟デイブが1947年に生まれています。お兄ちゃんはどこかひょうひょうとした、でもちょっと気難しそうなイメージ。キンクスの主な曲はほぼ彼が作って歌っています。弟はいかにもやんちゃそうで陽キャなイメージですね。彼も曲を作ったり、たまにリードボーカルを取ったりしますが、どちらかというとバンドでギターを弾くのが大好きなタイプです。レイが13歳の誕生日、ギターを買ってもらい練習を始め、しばらく後、弟のデイブも兄の影響を受けギターを弾き始めます。2人はベースのピート・クエイフを誘いバンドを結成。1960年、レイはアートスクール入学を機にバンドから遠ざかりますが、1962年、ブリティッシュブルースの父と言われたアレクシス・コーナーに刺激を受け、再び音楽への道を志すようになります。レイはアレクシス・コーナーの助言により、デイブ・ハントバンドというプロのバンドに加入。弟たちとのバンド、レイブンズと掛け持ちで活動しますが、やがてレイブンズ一本に絞ります。レイブンズはもともとロバート・ウェイスというリードシンガーがいましたが、あまり上手ではなかったようで、リードシンガーの座をレイに委ねてマネージャーに転向します。ドラムのメンバーは安定していませんでしたが、1963年秋にミック・エイボリーが加入し、デビュー時のメンバーが揃います。デモ版を作りデビューを模索していたところ、アメリカ人のプロデューサーシェル・タルミーの目に留まり、1964年1月パイレコードと契約、デビューが決まります。その契約の前にバンド名をザ・キンクスに変えていて、冒頭で言った通りキンクスっていうのはちょっと奇をてらったバンド名でして、レイ・デイビスは後に、僕はその名前を本当に好きだと思ったことは一度もないと言っています。1964年2月、リトル・リチャードのカバー、ロングトル・サリーでデビュー。4月にはオリジナル曲でのセカンドシングル、You Still Want Me をリリースしますが、あまり売れなかったようで、3枚目のシングルが売れなかったら契約を破棄すると言われ、そんなプレッシャーの中リリースされたのが You Really Got Me でした。歪んでいるというより音が割れていると言った方がいい強烈なサウンドのギターリフから始まるこの曲は、イギリスのチャートで1位、アメリカでも7位を記録するヒットになりました。この大ヒットを受け、急遽デビューアルバムが作られることになります。ファーストアルバムキンクスは1964年10月にリリース。全14曲中6曲がオリジナル、8曲がカバーとなっています。キンクスもローリングストーンズなどと同じく黒人音楽に影響を受けた R&B スタイルのバンドだったのですが、意外と泥臭さ、土臭さはあまり感じないサウンドになっています。黒人音楽を追求するよりも先に You Really Got Me が大ヒットして、それがキンキーサウンドと呼ばれ彼らの代名詞となったことで、独自の方向へ向かったのだと思います。前回 SixTONES の動画でサティスファクションをブリティッシュロックのギターリフの先駆けみたいに言ったのですが、調べてみたらこの You Really Got Me の方が先でしたね。この曲はバンヘイレンのカバーでもわかるように、後のハードロックヘビーメタルのご先祖様のような、ギターリフが主役と言ってもいい画期的な曲です。ファーストアルバムではやはりこの曲が突出してかっこいいですね。あとこの CD にボーナストラックで入っている All Day and All of the Night、こちらも You Really Got Me に続くヒットシングルで、初期キンクスの代表曲になっています。その後シングル Waiting for You をリリース。この曲はイギリスで1位を獲得しています。1965年3月にセカンドアルバムKinda Kinksをリリース。
こちらは12曲中10曲がオリジナルと、早くもレイ・デイビスのソングライティング能力の開花を感じさせます。出色なのはやはりナンバーワンヒットとなったWaiting for You。ハードなギターリフは少し抑えめで、メロディアスさを前面に出した曲です。他には Don't Ever Change や So Long、Something Better Beginning、このようなアコースティックギターを生かしたフォークロック調の曲が個人的にはとてもいいなと思いました。デイブの歌う Come On Now はアグレッシブなロックンロールでかっこいいです。ちなみにこの曲などで聞こえる女性コーラスは、レイ・デイビスの当時の奥さんによるものだそうです。彼は、20歳というかなり若い時に結婚しているんですね。ボーナストラックで収録されている Well Respected Man は、フォーキーな小曲って感じですが、平凡な一般人の生活をユーモラスに歌っていて、後のキンクスの作風につながっていく曲です。セカンドアルバムをリリースしたのと同じ1965年3月、シングル Everybody's Gonna Be Happy をリリースしますが、期待したほど売れなかったようです。5月にシングル Set Me Free をリリース。7月リリースのシングル See My Friends はインド音楽の影響を受けていて、レイキギターでシタール風の音を出しています。こうしたインド風のロックをラーガロックと言い、サイケデリックロックの一要素として流行るのですが、世界初のサイケデリックロックのヒット曲と言われ、ラーガロックの要素を持つザ・バーズの8 Miles High より8ヶ月も前にこの曲はリリースされています。また、ビートルズがシタールを取り入れたノルウェーの森を発表するよりも5ヶ月前のことで、キンクスというバンドは、You Really Got Me しかり、結構時代を先取りしたことをやっていたりするんですよね。しかし、キンクスはこの時期からトラブルが重なっていきます。デイブ・デイビスとミック・エイボリーの間で他愛のないことからいさかいとなり、1965年5月、ステージ上で喧嘩となった末、ミックはデイブに大怪我を負わせてしまいます。ピート・クエイフは映画館で意識を失い倒れ負傷し、ツアーに向けたリハーサルがキャンセルになってしまいます。またこの時期、マネージャーだったラリー・ペイジが無断でキンクスのインストアルバムをリリースし、それに対しレイ・デイビスは強い不信感を持つようになり、後に裁判沙汰に発展します。そんなごたごたが続いた中、1965年6月からアメリカツアーに出ていますが、ツアー中レイ・デイビスは非常にナーバスになっていたようですね。その時のメディアへの対応の不遜な態度、またはステージ上での素行の悪さが問題視されたのか、ツアー終了後、アメリカでの演奏活動を4年間禁止と言い渡されてしまいます。しかしこれは具体的な理由は明示されておらず、当時のブリティッシュインベージョンを脅威に思っていたアメリカの音楽業界からスケープゴートにされたのではとも言われています。この時期はまさにビートルズやローリングストーンズなどがアメリカで大人気となり、世界的な成功を収め始めていた時期であり、キンクスもその波に乗ろうかというタイミングだったので、ここでアメリカでのライブ活動ができないというのは非常に痛手となり、以降アメリカでのセールスは振るわなくなっていきます。彼らは落胆しただろうし、アメリカという国に対して幻滅を感じたのかもしれません。一方でヨーロッパと本国イギリスでの活動は好調だったのですが、無断でインストアルバムをリリースしたことに端を発した裁判沙汰の影響で、曲の権利が裁判所預かりとなり、レイ・デイビスのもとに印税が入ってこない状況となってしまいます。彼はロックスターでありながら華やかさとは無縁な生活をしていきます。そういった状況の中作られたのがサードアルバム The King Controversy です。1曲目ミルクカウブルースは古いブルースのカバーなのですが、めっちゃエッジの立ったガレージサウンドになっています。これ最高にかっこいいですね。その後は割とアコースティックな曲が多い印象ですが、シングルとなった Till the End of the Day は You Really Got Me 以来の典型的なキンキーサウンドです。ちょっと憂いを感じるメロディーになっていますね。個人的にはアナログ LP でいう B 面1曲目 The World Keeps Going Round から I'm on an Island Where Have All the Good Times Gone の流れ、この3曲がとても好きですね。1曲目こそブルースのカバーでしたが、
残り11曲はオリジナル、初期のキンキーサウンドと言われたビートバンドとしての集大成でありつつ、アメリカのブルース R&B 的要素から脱却した新たな方向性を示している作品のように思います。その新たな方向が分かりやすく現れたと感じるのが、ボーナストラックで入っているシングル曲、Dedicated Follower of Fashion、キザなやつという邦題がついていますね。これは戦前のダンスホール音楽に影響を受けた曲調で、それに乗せ60年代当時の世相を皮肉った歌詞が歌われ、イギリスのチャートで1位を獲得しました。ここでいかにもイギリス的なキンクス、レイ・デイビス節のようなものが出来上がったように思います。もともと内省的な性格であったというレイ・デイビス、アメリカ進出の頓挫と法廷闘争、バンドのリーダーとしての責任感、いろいろ背負い込んでしまった彼は1965年当時まだ21歳でした。おそらくある種のルサンチマンを溜め込んでしまったのは想像に難しくないと思います。しかしその心のねじれをどこかひょうひょうと時にユーモラスに曲として吐き出すことで、キンクスというバンドは唯一無二の個性を得ることになったのではないでしょうか。レイ・デイビスは後に、僕はその名前を本当に好きだと思ったことは一度もないと言いますが、それ以降のキンクスは時代に迎合しない、わざと流行の逆を行くような独自の道を歩んでいきます。まさにひねくれ者、変わり者というのがぴったりです。これらは一般的には良い意味では使われない言葉ですが、ロックバンドの名前としてキンクス、最高にかっこいいと思うのですが、いかがでしょうか。はい、今回はキンクスの初期のアルバムを3枚聴いてみました。ご視聴ありがとうございました。